回していくと45度の位置で最大の反発力になります。安全に浮いてるのだ。さて今回はガン12マグレブです。なのだ。ガン12シリーズは2021年のフラッグシップモデルとなります。ガン12リープも入手していますのでそちらは後日レビューします。そっちも楽しみなのだ。ガン12には UI というスマートキューブもあるのですがまだ未発売です。今回はこちらのマグレブの方を開けていきます。マグレブにも UV とフロストがありましたがこれは UV です。刃を落としたナイフで開けていきます。危なくないのだ。ここから開けていきますか。シューシュー。虹色で綺麗な箱ですね。お札のホログラムみたいな感じです。何気に開けてるし。オープンします。しました。ヨドバシのゴールドポイントカードが入ってました。見てるのは黒ってところだけじゃないの。アイムガン12って書いてあります。私はガン12。それはそうだけど。ガン公式アカウントの QR コードですね。インスタとかね。これはよくスマートキューブについてくるやつですね。スマホアプリと連携はできないんですけどね。本体とアクセサリーボックス。ケースがまた 11M Pro から変わってますね。おそらくここを押すんでしょう。印があるしね。ガンのロゴはここでした。開けてみよう。まあ予想通りなのだ。ということはバネが入ってますよね。確かに。ガン 11M Pro は桃太郎みたいに開きましたけど、桃太郎は開かないのだ。桃太郎の桃ね。そろそろ開きましたので次に行きます。桃太郎はこれです。桃太郎の桃だってば。どうせだから 11M Pro と比較していきましょう。それしないとレビューにならない気も。今回入手したガン12マグレブは UV です。日焼け止めね。UV レジンです。UV コートでピカピカです。この 11M Pro はフロストです。かなり違うのだ。回転が軽い。11M Pro はこれくらいです。90度でスナップしますが結構重いです。いや 11M Pro が重いのではなくて比較するとガン12マグレブが軽いってだけですね。今まではこれが普通だったんです。ガンっぽい音なのだ。ガンは音はしないのでガンのキューブの音ですね。この音はガンじゃない感じ。スコスコとかサラサラとかシュルシュルだったのがカチャカチャ言い出しました。なんとなく落ち着いた感じの音。カチャカチャ。音は高くて大きいのだ。でも回転の軽さはマグレブの方が上です。これはマグレブ化した WRM2021 です。明らかに回転が軽そうな音。ガン 11M Pro の方が WRM2021 に近いです。音はそんなに違わないのだ。カチャカチャ。プルンプルン回ります。プリン食べたい。12マグレブの方が圧倒的に軽い。全く調節してないけどね。初期状態ではカルカルです。
カルカルの親子なのだ。それはカルガモ。軽すぎじゃないって気もしますが、回すとそんなに回しにくくもないという。慣れればこっちの方が TPS が出るんでしょうかね。なんかすごいところが回りました。90度ごとのアシストがものすごいですね。引き込まれるのだ。 251M リップを思い出します。ガン 11M プロは11M プロはそこまで引き込まれません。コアマグじゃない頃よりは引き込まれる方なのですが、ガン12マグレブのこの設定のものとは比べ物になりません。そんなに引き込まれないのだ。ガン12マグレブだとこんな感じ。オンザラインより回すともう吸い込まれます。オンザラインでも衝撃を与えると引き込まれました。ガン 11M プロは衝撃を与えても引き込まれません。なかなかシュールなのだ。内部構造を見てみましょう。最近キャップが取りにくくなってきた気がします。2箇所ある爪を押した方が良さそうです。外れた。4つの穴の内爪があるのは2箇所です。そのうちの片方を押せば取れると思います。外れた。飛んだ。ガン 11M プロは GES プロプラスでガン12マグレブはマグネティック GES。こっちの GES プロプラスはもう知ってますよね。マグネティック GES を分解してみます。中央を押してひねるんでしょうね。90度回したら外れそう。飛んだ。外で分解するのはやめましょう。部品をなくしかねません。コアマグネットが中心に近い位置にあります。11M プロの方が中心から遠い位置にある。軸に溝が切ってありますが理由は不明です。七不思議なのだ。一つですけどね。エッジを比較します。あまり差はありません。よく比べよう。足の幅が違いますね。マグレブの方がここの幅が広いです。あとは微妙に溝が切ってあったりしますね。微妙すぎ。コーナーを比べてみます。足のマグネットが長くなってます。あとは穴が開けてあったりします。足のマグネットの長さが一番違いますね。足長おじさんかよ。センターパーツは穴が大きな丸になりました。なので軸の T 字は斜め向きですがどこでもはまります。穴を T 字と合わせる必要がなくなりました。楽なのだ。こ
こに弾力調整用の段差があります。その段差と下のマグネットの裏側の段差で6段階の調節により下のマグネットの部品が上下します。上に参ります。下に参ります。右に回すとだんだん上がってきて6回ごとに最も下がります。一番上です。一番下です。上げれば上のマグネットに近づきます。近づけば反発力が増えるので弾力が強くなるということです。上のこの調整パーツの仕組みを調べます。この状態でここを回しても何も回りません。外側の部品を回す感じになりますが手で持ってるから回りません。組み立てると軸の T 字で内側のパーツが固定されます。そして外側のパーツをレンチで回すので段差を調節できます。また段差なのだ。段差が変わるとこの2つのパーツの厚さが厚くなったり薄くなったりします。それが上の軸の T 字で固定されます。模型で説明します。このドライバーが軸だとします。左がコアに近い側の磁石です。右がキャップ側に近い磁石です。こういう状態で左の磁石を左右に動かして弾力を調整しています。一方トラベルディスタンスの調節で右のパーツの厚さが変わりますが、今度は右側の磁石が左右に移動しているだけです。結局のところ、弾力を上げる調節をすると左のマグネットが右に近づき、トラベルディスタンスを狭めると右のマグネットが左に近づくだけなので、トラベルディスタンスは変えないで弾力を調節したり、弾力を変えないでトラベルディスタンスを調節することはできません。前々からそうじゃないかなという疑問がこれではっきりしました。その疑問とは GS プロのことです。弾力を上げる調節をするとバネを下から上に押し上げます。結果的にトラベルディスタンスは狭くなります。一方、水色部品の調節でトラベルディスタンスを狭くするとバネを上から押し下げます。結果的に弾力は上がります。なので一定のトラベルディスタンスのまま弾力だけを変えることは不可能です。それができるのはこれです。バネ自体の弾力が異なるものを各セルに入れた GS です。XS や 11M プロにはこれが付けられますので本格的に微調整をしたい方はこちらを使うことをお勧めします。弾力が異なってもトラベルディスタンスは一定です。こっちだと弾力を上げるとトラベルディスタンスは必ず狭くなります。この件、ガンは気がついているのでしょうか。話が難しすぎて寝てました。細かい調整にはこっちが最強です。組み立て方ですが、まず下のマグネットを入れます。マグネットが見える面が上です。調節は最後にできるので次に上側のマグネットをつけます。こちらは2つのパーツの組み合わせですので乗せます。段差面同士を合わせます。軸にはめて90度回して離して軸の先端の T 字に引っ掛けます。かかりました。まず下側のマグネットを回して一番低いところにします。大きな音がしたらそこですのでそこから3段階回す。最弱から3段階目が初期値でした。トラベルディスタンスの初期値は2です。メモリー値に2が来るまで回します。イズリーチ。このマグネットを長くした理由を考えます。11M プロよりコアに近い側で引き合うようになりますが、それだけではありません。45度1で反発するようになっています。ここで反発力が生じるようにコア側のマグネットの間隔を狭くしたのです。90度1で引き合い、45度1で反発します。動きが大げさすぎるのだ。イメージです。
軸と固定しないとはっきりとわかります。回していくと45度の位置で最大の反発力になります。安全に浮いてるのだ。これにより90度位置は引き込まれ、45度位置からは反発するのでなおさら90度位置に行こうとします。これにより強力なアシストになり、また90度位置以外での回転摩擦が低減します。それも回転の軽さに寄与します。45度位置はネジを強く締めてない感じになるのね。そうですね。あ、吹っ飛んだ。これぞマグレブって感じの絵ですね。磁気浮上です。リニアモーターカーみたいなのだ。さて、アクセサリーボックスを開けてみます。青のポーチと交換用のマグネットロッドですかね。あとは手順書と取説。青のポーチは色味がちょっと変わりましたね。これはどうやって開けるんでしょうか。引っ張るだけなのだ。コーナー側の交換用のマグネットロッドと調整用のレンチです。このままだと空回りします。取説を先に見てみましょう。GMSV3Y11M Pro と同じものですね。コーナーのロッドが三角と六角があって六角の方が強く、コーナーの側面のスイッチで3段階調整。レンチはスマートキューブに使う場合はそのままで、普通のキューブに使う場合は伸ばして使う。ガンのロゴが正しく見える位置で、見えないのだ。下の長方形を横長にして引っ張る。やっとロゴが見えたのだ。左右に隙間が見えてるので長方形が横長になってます。引っ張ると固定されます。押すと戻る。正直ロゴが見にくいので、適当に回しながら引っ張ればいいと思います。あっさりだね。トラベルディスタンスは3本の爪じゃない方で回す。弾力は3本の爪の方で回す。やってみます。どこに合わせるのか。ここのへっこみです。今は2と合ってますので2です。トラベルディスタンスの初期値は2です。下の磁石はここの溝で回すので3つの爪をかけて回します。こちらの初期値は最も下がったところから3段階です。初期状態はカルガモでしたので、今回は最強の6に変更してみました。弾性が強くなるため摩擦が高くなり回転を少し重くできますが、引き込みが少なくなります。このあたりはトレードオフなので軽すぎたら弾力を上げ、アシストが少ないと感じたら弾力を下げる感じになるでしょう。アシストを増やすにはコアマグネットを六角にする手もありますね。これが一番強い弾力の設定です。それでも 11M Pro より回転は軽そうです。でも3の設定の時よりは軽すぎない感じです。私は今はこれがいい感じです。よー、いい感じ。トラベルディスタンスは変更しても弾力の微調整程度の意味にしかならないことが分かったので調整しません。3に戻すとこんな感じ。アシストは増えますが軽すぎる感じ。こ
こちらに慣れれば TPS が上がるのかもしれませんね。ここが回る経験は今までないんですよね。スレッジハンマーでの右手中指のホールドが甘いってことですが、そういうのを直せばこっちのがいいんですかね。回転の軽さになれよう。コーナーカット45度くらいでしょうか。そんなに広くないですが気になりません。リバースもオンザラインは回りません。というかそのあたりはアシストで吸い込まれるのでこちらもあまり気になりません。重さはガン12マグレブは 66g、 ガン 11M プロは 63g、 3g しか変わってないので気になりません。サイズはどうせ 56mm ですね。ガン 11M プロは 56mm、 ガン12マグレブも 56mm。 まだ測ってないじゃん。あ、56だ。さて長々とやってまいりましたが、当然ガン12マグレブは買いです。リープとどっちがいいのかはリープのレビューをしてからになりますが、リープはバネなので回転の軽さはマグレブの方が上だと予想できます。私的にはマグレブの軽い設定で慣れるかどうかを今後試したいと思います。弾力3は軽すぎなので一番重い6から試して6、5、4、3としていくかもしれません。マグレブは UV とフロストがあり、フロストの方が安いみたいです。リープのレビューも取っていきますのでご期待ください。ということで今回はガン12マグレブでした。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ピザの話しないのね。忘れてた。